こんにちは。日本語クラスです。今日のテーマは結婚です。はい、結婚。はい。それも日本人がどうやって結婚するパートナー、相手を見つけているか、探しているか。はい、皆さん聞いたことありますか？知ってますか？どうやって結婚の相手を見つけていると思いますか？日本人。はい。それを、トップ5ぐらい、5か6ぐらい、6ぐらいまで、はい、紹介しますね。はい。日本は、結婚する人が減っています。はい。毎年毎年どんどん減っています。はい。これはいろいろな理由があるんですが、はい。それでも結婚する人はいます。はい。じゃあ、その人たちはどうやって結婚する人、素敵なパートナーを見つけたか。はい。それを今日はデータで、ちゃんとデータでお話しします。はい。それも、20代、30代、そして40代と50代のこの3つにします。3つでそれぞれ見つけ方が違うんですね。やっぱり若い人とちょっと年齢が高い人だとやっぱり違うんですね。それをちゃんとデータで見せます。はい。じゃあ行ってみましょうか。今日のデータは全部で499人、約500人ですね、の日本人の男の人と女の人にアンケートを取った結果です。はい、これアンケートを取ったのは結婚式をする会場、場所です。はい、そこの、その会社が結婚する人に聞いたというアンケート、はい、です。最近のアンケートなので、皆さんもぜひ今の日本の人と思って聞いてほしいですね。はい、じゃあまずいきます。20代はどうですかというと、はい、これです。まず20代から見せます。この後ね、30代、40代、50代、ここ見せますよ。一番多い方法、どうやって見つけた方法はマッチングアプリです。はい、アプリですね。マッチングアプリは皆さんの国にも多分ありますね。私はこういう人ですとインターネットの中で、自分の情報を載せて、アプリですね、そういう結婚の相手を見つけるアプリケーションがあって、そこに自分を申し込んでおく、登録しておいて、レギストレーションしておいて、自分は何歳ですとか、どこに住んでますとか、どういうことが好きです、何が趣味ですとか、そういうのを入れるんですよね。で自分と会った人を探すっていうものですね、マッチングアプリで。良ければその人と会う。はい。でこのマッチングアプリが23%です。でここに SNS も入ります。はい。 SNS だと例えばインスタグラムとか、何ですかね、Twitter とかも入るみたいですね。はい。若い人はこれ、マッチングアプリが一番多いです。まあでも23%で、2番目に多いのが職場。職場の人、会社で同じ人が21%。で、次が学校。だから大学卒業したとか、高校の友達とか、そういうとこの学生の時の友達っていうことですね。はい。であとは習い事。習い事っていうのは自分の趣味をお金を払って誰か先生に教えてもらうっていうことです。でそこで教えてもらう時にグループレッスンだと思うんですね。そういう時にそこに一緒にいた人と友達になったとか、そういうことですね。はい。で、この習い事の中には実はサークルというのも入ります。サークル。サークルはちょっと日本の
部活、学生の部活みたいなもので、特に大学でサークルっていうのがあるんですけど、自分が例えばテニスが好きだったらテニスサークルに入って、テニスを好きな人たちと一緒にちょっとだけ授業が終わってからテニスをするとか、そういうのです。はい。だけど学校のその高校生までの、中学校高校までの厳しい部活よりもっともっと趣味で楽しいっていうのがサークルです。だからその時の友達があの結婚のパートナーになるっていうのがこの12%に入ってます。はい。で、あとは、友人知人の紹介、これは自分の友達とか自分の知ってる人の紹介です。11%ですね。まああとその他っていうのはあるんですけど、それはちょっと分かんないですけどね。そう、どうですか、まずこの20代でみんなの国とは違うことがありますかね。これ20代の人は男女で175人に聞いたっていうものですね。はい。マッチングアプリ多いですね。うん。じゃあ次30代いきます。30代はですね、これです。はい。30代の、男女227人に聞きました。多いですね。これ一番多いのは職場です。はい。だから会社、自分が働いてる会社の、同僚とか上司とか、または部下とかと結婚するっていうことですね。30代の人だとこれが多いですね。27%ですから、やっぱり多いですね、これね。で、2番目が、マッチングアプリではなくて、友達の紹介です。20%。うん。で、3番目がマッチングアプリ15%です。はい。だからこの友達の紹介が、20代だと11%だったんですが、30代だと多くなります。20%に増えます。だから友達がね、あれまだ結婚しないの、ちょっといい人いるから来週会ってみる一緒にって言って紹介してくれるっていうことが30代だと増えるんですね。うん。で、あとですね、30代でちょっと特別なものが一つありました。それは飲み会です。はい。飲み会っていうと、これは何を飲みます？そうですね。お酒ですね。はい。お酒を飲んだり、人と食事をしたり、特に夜の時間ですね。はい。昼じゃないですね。夜の時間、お酒を飲みながら話す、喋るっていうのが9%もあります。これはですね、20代にはなかったです。はい。30代だと、飲み会が9%になるんですね。これは詳しくはちょっとわからないです。なんでしょう。ちゃんと、あ、わからないです。ないです。わかります。これはね、飲み会と、あとね、合コンっていうのが入ってました。合コンっていうのは、結婚してない、または恋人を探している人たちが、例えば自分の友達3人、3人は結婚してない。例えば自分も。自分とあと2人友達、女の子の友達、私だったら女の子の友達、結婚してない友達と、あと私の男の友達で、その人も結婚してない。だからあと3人、全部で3人の男の人を連れてきてもらうんですね。で、どっちもみんな結婚してない。で、居酒屋とかレストランで初めてそこで会います。女の人3人、男の人3人。で、恋人を探している。はい。パートナーを探している。で、はじめまして、こんにちはって言って、そこで食事をしたり、お酒を飲んだり、みんなで一緒に楽しく話をするっていうのです。はい。そういうのです。飲み会。はい。だけど、それだけじゃなくて、ただ、居酒屋にちょっと、行った時に近くの席にいた人と話をしましたとか、それで恋人になった、友達になった、そこから始まったとか、そういうのもあります。それも9%に入ってます。はい。
これなんで20代にないんですよね。20代の人あんまり飲みに行かないのかもしれないですね。うん。で、30代は、学校っていうのもこれ10%なので結構ありますね。20代は17だったけどまだまだ残ってます。学生の時からの、えー友達とか恋人とかですね。はい。じゃあ最後40代と50代いきましょう。どうでしょう、こっちは一番多いの何だと思いますか？一番多いの。うん、みんなの国だとどうですか？ 40 代50代の人。はい。マッチングアプリありそうですか？うん。じゃあ行ってみましょう。どうでしょう、日本の人たちどうですか？はい。はい、40代50代は1番は職場です。会社。それも37%の人です。多いですね、これ。これ職場さっき27%だったんですね。30代は10%も増えてます。会社の中でパートナーを見つけるというのが40代50代は多いんですね。で、次に多いのが友達の紹介。はい。これ30代と同じですね。で、次がマッチングアプリ。だけどマッチングアプリは11%だけです。はい。一番少ないですね。今までで一番少ない。だから40代50代はそんなにマッチングアプリは使ってないということですね。で、学校が9%。お、そして次、これが他の20代30代にはないです。結婚相談所とかお見合いで結婚しましたが7%います。はい。これ知ってますか？結婚相談所って。これですね、ちょっとマッチングアプリに似てます。マッチングアプリはこれは本当にアプリですよね。スマートフォンの中で、探すことできるけれど、結婚相談所はもっと昔からあります。日本にあります。こうスマートフォンとかがまだない時からあります。これはこれもやっぱり同じで、会社にある会社に結婚をしたいから相手を探していますというふうに言って登録するんですね、自分のこと。で、私はこういう人と結婚したいとか、それもちゃんと伝えておきます。何歳ぐらいの人で、給料はいくらぐらいでとか言うみたいですよ。給料いくらっていうのはすごく大事みたいですね。何歳ぐらいの人と結婚したい、いくらぐらいの給料を取ってる人っていうのをね、結婚相談所にはすごく言うっていうのをよく聞きます。はい。で、それをこう登録しておいて、いい人がいたら、あの山田さん、あなたにぴったりな人がいらっしゃいます。よかったら会ってみませんかと言われて、わかりました。じゃあ会ってみたいですって言って実際会うというのが、結婚相談所です。今だったらアプリで、人は誰も間に入らないですよね。相手との間に誰も人は関係ないと思うんですけど、結婚相談所だとそういうのをアレンジメントしてくれる、間に人が入ってこの人いいと思いますっていうふうにこう人が人を選ぶっていうのをやってくれます。はい。もちろんお金払うみたいですよ。うん。で、見合いっていうのはお見合い、おがここ入らなかったのでお書かなかったんですけど、お見合いってよく言います。お見合いはこれは皆さんドラマとかで見たことあるかも。よくちょっと高いレストランとか、高い日本料理屋さんとかで、初めて男の人と女の人が会います。はじめましてと言って。だけどそれは例えば自分の親が知ってる人を紹介してくれる。あそこの息子さんまだ結婚してないんだって、とっても素敵なのに、うちの娘もまだ結婚してないから会ってくれないかなと言って、親たちがその話をして、じゃあちょっと来週子供たちを会わせましょうかとか言って合わせるとか、そういうのです。お見合いですね。はい。
でもこれ親がそれを間に入って話をするだけじゃなくて、知り合いの人が「あの人いい人いるから、あそこにいい人いるから紹介するよ」とか言って、で実際会ってみてっていう風にやるっていうのがあります。それがお見合いです。はい。でお見合いはね、こっちの友達の紹介っていうより、友達の紹介だとただなんでしょうね、連絡先、メールアドレスを教えるよとか、 LINE の ID を教えるから連絡してみて自分でとかがこっちですね、友人の紹介。はい。だけどお見合いっていうと、もう結婚するかもしれないとか、もう本当に恋人をすごい本気で探してますとかで会いますっていう、もう気持ちの入り方がちょっと違う、もっと重いです、お見合いっていう方が。はい。そういうのがお見合いの方です。これ7%ですね。おお、こっちにはない。30代20代にはなかったですね。40代50代でまだ結婚してなくて、じゃあそろそろ結婚した方がいいかなって思って、じゃあ相手見つけるの大変だからと言って、じゃあお見合いしようとか、誰かいい人いないって誰かに相談して、じゃあもう会いなよって言って会うっていうパターンだと思います。はい。ねえ。これはでもね、韓国ドラマでもよく見ますね。お見合いね。うん。で、あとはその他っていうのあるんですけど、これ全部にその他ありますよね。その他、その他、その他ね。で、これは例えばなんですが、あるのは、婚活パーティーと言います。婚活パーティー。それは結婚活動パーティーの短く言う言い方なんですけど、パーティーです。あるパーティー、男の人と女の人が集まってパーティーをします。食事をするんですけど、大体ホテルとかでやるんだと思うんですね。ホテルのレストランとかで、結婚相手を探している男の人女の人がそこで初めて会います。こんにちはって言って、で食事しながら自己紹介して話すっていうの。はい。それもあるし、あとは、旅行に行ったところでパートナーを見つけましたというのもその他です。はい。あとは街の中で偶然知り合ったっていうのもその他。はい。あとは、イベントとか何かのお祭りとかで知り合った。あとはライブの時、ライブフェスとかで、好きなアーティストの音楽聴きに行った時にそこで知り合ったとか、はい、もあるみたいで、最後が、家族からの紹介というのがあります。はい、だそうです。それが大体その他です。はい。ね。ただ今言った婚活パーティーっていうこのパーティーで知り合う、その相手を探していますって言って、お金払っていくんですよ。お金払って、食事をして、でそこで知り合うんですけど、結構これはね、10年ぐらい前かな、10年ぐらい前はすごい人気だった方法だと思うんですけど、実際はあんまり相手見つかってないですね。これその他になってるぐらいですから、そんなに多くないです。はい。みんなの国はどうですかね。ありますか、こういう結婚相手を探すためのパーティーとかありますか？本当にもう自分一人で行くみたいです。で一人で行って、そこに例えば30人ぐらいの男の人で30人ぐらいの女の人がいて、で初めましてって話したりするらしいですね。はあ、ね。私ね、行ったことないから分かんないんですけど、ドラマとかそういうので見ているとそうです。はい。みんなの国どうでしょうね。この全体見ても、相手とどうやって出会ったのか、知り合ったのか。はい。ごめんなさい。出会うっていうのは会うってことです。一番最初に会うってことですね。はい。どうなんでしょうね。ぜひね、国によって違うと思うので、ぜひぜひ送ってください。メッセージで送ってください。で、それもこれ結婚する相手ですからね。恋人ちょっと遊ぶ相手じゃなくて、もう結婚するぞっていう相手と、じゃあどうやって最初知り合ったんですかっていう質問なので、結構皆さんこれは本気で
真面目に知り合ってますね、皆さん。はい、どうでしょうか。皆さんの国での一番多い方法とか、皆さん自身、あなた自身はどうかっていうのをよかったら教えてください。はい。なかなか面白いですね。国によって違いますね、きっとね。はい。では、あとはですね、結婚については私の YouTube で何回かお話ししています。例えば、結婚はあげまん女性とすると幸せになれますとかね。あげまんって何ですかってね。はい、これ知らないと思いますよ。あげまんなんて言葉ね。ぜひ聞いてみてください。あとは、結婚したんだけどうまくいきませんでした。離婚します。はい、離婚の YouTube もあります。これ皆さん好きですね、離婚の話ね。メッセージがみんなとても熱かったですよ。離婚、これせっかく結婚したんだけど、3人に1人が5年以内に離婚しているみたいです、日本。さよならってね。あらら。結婚は大変ですね。はい。ぜひよかったら見てみてください。そして、JLPT の勉強してる人もいますね。私の YouTube でも勉強できるし、私のオンラインレッスンでも勉強できます。N2 の読解と N1 の読解勉強できます。はい、私のオンラインレッスンです。あと、Zoom レッスンもしていて、はい、ビジネス日本語とか会話練習、プライベートレッスンもやっています。はい、ぜひ一緒に勉強しませんか？とっても楽しいと思います。はい、これ全部私のオンラインレッスンのリンクから見てみてください。はい、ぜひ皆さんの国での結婚ね方法について、結婚相手どうやって見つけるか教えてくださいね。